夜の海沿いの道路を車で静かに走っている時のことを少し想像してみてください。周囲には街灯も少なく、ヘッドライトの光だけが目の前の黒いアスファルトを切り取るように照らしています。窓を少し開けると、湿った潮の匂いとともにサザンサザンという規則正しい波の音が暗闇の奥から聞こえてきます。そんな真っ暗な景色の中に突然ポツンと浮き上がるように佇む四角い白い光を見つけたことはありませんか？それは昼間のにぎわいが去った海岸沿いの公衆シャワー室です。近くの駐車スペースに車を止め、その光に吸い寄せられるようにゆっくりと近づいてみます。驚くほどにその場所だけが昼間と同じような明るさのまま周囲の暗闇を強く押し返しています。防犯のために取り付けられた何本もの蛍光灯がむき出しのまま天井に並び、室内の白いタイルを冷たく強く浮かび上がらせています。外にはただ果てしないくらい海が静かに広がっているだけなのに、なぜか私たちはこの明るくてらされた室内の方が妙に落ち着かないような気がしてきます。誰もいないと分かっているのに、なぜか肌にまとわりつくような説明のつかない心細さ。安全で清潔な場所のはずなのに、なぜか早く自分の車に戻りたくなる。そんな不思議な感覚をこれまでに抱いたことはないでしょうか。なぜ私たちは明るい場所にいるにもかかわらず、これほどまでに静かな不安を覚えてしまうのでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今夜は夜の海沿いに残された無人の白い水回りが持つ説明のつかない静かな不安について、皆さんと一緒に考えていきましょう。この海沿いのシャワー室はほんの数時間前までは全く違う表情を見せていたはずです。太陽が眩しく輝く昼間、この場所は多くの人々であふれ、活気と笑顔に満ちていました。砂浜で思い切り遊んだ子供たちが足についた砂を落とそうと賑やかに声を上げていたでしょう。ビーチサンダルが蒸れたタイルを叩くペタペタという小気味よい音が室内の高い天井に響き渡り、色鮮やかなビーチタオルやカラフルな浮き輪が壁のフックにいくつもかけられていました。海水浴特有の日焼け止めの少し甘い匂いや濡れた水着の匂いがそこら中に漂い、誰もが夏の楽しさを全身に残しながらこの場所を慌ただしく行き交っていたのです。そこには確かに人間の生活があり、楽しかった時間の余韻が空間全体を満たしていました。しかし太陽が沈み、海水浴客が一人残らず去り、近くの海の家もすべてのシャッターを重々しく下ろしてしまった夜、このシャワー室だけが昼間の明るさを保ったままポツンと残されることになります。壁一面を覆う白いタイルは昼間の太陽の下では清潔で安心できる設備の象徴でした。しかし夜の容赦ない蛍光灯の下では、まるで体温の存在しない実験室の壁のように冷たく無機質な表情を見せ始めます。さっきまでそこに確実に存在していたたくさんの人々の体温や笑い声といった気配だけがそっくりそのままどこかへ吸い取られてしまったかのような妙な空白感がそこには漂っています。見慣れた場所であるはずなのに、時間帯が変わるだけでなぜ世界はこれほどまでに別の顔を見せるようになるのでしょうか。私たちは照明の白い光に照らされながらただ立ち尽くすことしかできません。足元に目を落としてみると、コンクリートの床の隅の方がまだわずかに湿っているのが見えます。昼間に誰かが使った水の名残が
乾ききらずに残っているのです。しかしそこにはもう誰もいません。昼間のにぎやかな記憶が頭の中で鮮明に再生されればされるほど、現在のこの無人の空間が持つ静けさの異様さが際立ってくるような気がします。この場所は確かに私たちが知っている日常の場所です。何か特別なことがあったわけでもなく、不審な影が潜んでいるわけでもありません。きちんと管理され、誰のが使えるように開放された安全な公共の設備です。それなのに、なぜこの白い空間に身を置いていると、胸の奥がざわざわと騒ぎ出すのでしょうか。明るすぎる人工の光が、私たちの孤独をあまりにもはっきりと際立たせているからでしょうか。完全に静まり返った空間の中で、私たちはある小さな音を耳にします。誰も使っていないはずの冷たいステンレス製のシャワーノズルから、あるいは壁の内部を通る配管の隙間から、ポツンと水が一滴だけ濡れた床へと落ちるのです。その音が静寂に包まれた白いタイルの室内に驚くほどはっきりとした輪郭を持って響き渡ります。ポツンポツン。それは昼間であれば他の多くの雑音にかき消されて誰も気にも留めなかったはずの極めて小さな音です。しかし誰もいない夜のシャワー室では、その水滴の音がまるで空間そのものが小さな呼吸を繰り返しているかのように妙な存在感を持って迫ってきます。耳を澄ましてみると、足元の排水溝の奥の方からもかすかに水が流れるような低くこもった音が聞こえてきます。誰もいないはずの場所で人間が作った設備と水という物質だけが今も静かに動き続けている。その事実に気づいたとき、背中から首筋にかけて小さな冷たい風が吹き抜けたような感覚を覚えたことはありませんか。自動で止まるはずのタイマー式の蛇口がなぜ今も水滴を落としているのか。それは単なる配管の老朽化による仕方のない現象なのかもしれません。あるいは昼間の名残の水が今になってようやく落ちてきただけなのかもしれません。しかしその理由を頭で理解していても、誰もいない空間で音だけが続いているという状態は私たちの心をひどく不安にさせます。まるで自分が本来なら意識しないはずの時間の裏側に少しだけ触れてしまったかのような奇妙な場違いさを感じ始めるのです。床に落ちた水滴はゆっくりと時間をかけて排水溝の暗がりの中へと吸い込まれていきます。その吸い込まれていく先をじっと見つめていると、自分が今立っているコンクリートの床がひどく薄く頼りないものに思えてくるから不思議です。このような感覚は海沿いのシャワー室だけに限ったものではありません。夜のサービスエリアにある白く明るい水回りや人通りのない道に置かれた自動販売機の青白い光にも似たような落ち着かなさが残っていることがあります。明るく清潔でいつでも利用できるはずの設備が人間の姿を失った瞬間に、なぜこれほどまでに私たちを拒むような気配を放ち始めるのでしょうか。それは空間の中に人間の都合とは関係のない別の時間が流れていることを直感的に察知してしまうからかもしれません。シャワー室の中に話を戻しましょう。ふと視線を上げると、洗面台に設置された鏡や建物の高い位置にある小さな窓ガラスが目に入ります。昼間であればその窓の向こうにはキラキラと輝く青い海や白い波しぶきが見えていたはずです。しかし夜になり、
室内が強すぎるほどの蛍光灯で白く照らされているせいで、窓ガラスは完全に光を反射し、真っ黒な壁のようになってしまっています。ガラスの向こう側にあるはずの広大な海の世界は一切見ることができません。そこに映し出されているのは、白く張り詰めた室内の景色と、蛍光灯の下で冷たく照らされた自分自身の姿だけです。窓の外に広がる暗闇がどれほど深いのか、自分のすぐ近くにあるはずの車が今どうなっているのかさえ、この場所からは確かめることができません。外の暗闇と室内の明るさのコントラストが強ければ強いほど、私たちはこの白い箱の中でふと自分だけが切り離されたような錯覚を抱くことになります。白い光の中に自分だけが浮き上がっているかのような静かな圧迫感。その瞬間、何も起きていないにもかかわらず、少しでも早くこの場所を離れたいという焦りに似た気持ちが胸の奥から静かに湧き上がってきます。安全なはずの場所なのに、これ以上ここに長くいたくない。ドアを押して外に出るまでのわずか数メートルの距離が妙に遠く、歩き出す足が少しだけ重く感じられてきます。床を濡らす水滴の音に背中を押されるようにして、私たちは足早にその場を立ち去ることになります。ようやくシャワー室のドアを開け、外の冷たい夜風に触れた時、私たちは心の底から安堵するのではないでしょうか。急ぎ足で自分の車へと戻り、重いドアを閉めて運転席のシートに身を沈めます。カチリという静かな音とともに車のエンジンをかけると、カーナビの画面が青白く起動し、現在地や自宅までの到着予定時刻、そして渋滞情報や明日の予定といった見慣れた日常の情報が次々と画面に映し出されます。その瞬間、先ほどまで感じていたあの説明のつかない心細さは少しずつ薄れていき、いつもの現実の安心感が自分の中に戻ってきます。フロントガラスの向こう側を見つめると、先ほどまで自分が中にいたシャワー室が暗闇の中で相変わらず白く冷たい光を放ち続けています。ここで私たちは一つの大きな疑問に突き当たります。あのシャワー室は私たちを脅かすような危険な場所では決してありません。きちんと作られ、管理され、誰もが使えるように開かれた安全な公共の設備です。それなのに、なぜ私たちはあの場所にいるとき、早くここから離れたいと願い、車の中という狭い空間にこれほどまでの安心感を抱くのでしょうか。ただ暗いだけの夜の砂浜よりも、あの明るく照らされた無人の水回りの方が、なぜ私たちの不安をこれほどまでに刺激するのでしょうか。その理由を少し掘り下げていくと、一つの前提が浮かび上がってきます。私たちは普段、身の回りにある建物や設備を人間の目的のために存在するものとして疑わずに捉えています。シャワー室は人が体を洗うためにあり、人が利用している状態こそがその場所の正しい姿であると思い込んでいるのです。しかし夜の無人の空間においては、その人間に向けられた目的がほとんど失われています。目的が失われているにもかかわらず、蛍光灯は点灯し続け、水は滴り、設備としての機能だけが誰のためでもなく淡々と維持され続けているのです。つまりあの場所は人間を迎え入れるための空間であることをやめ、人がいなくても機械と設備だけで成り立ってしまう白い空間へと姿を変えていたのではないでしょうか。
この落ち着かなさを一言で言うなら、人の気配が抜けた白い水回りなのかもしれません。私たちが感じたあの静かな心細さは、自分たちのために作られたはずの空間が、実は人間がそこにいなくても何の問題もなく静かに回り続けているという冷たい一面を、あの白いタイルの中で目撃してしまったからではないでしょうか。人間という主役がいなくなった舞台で、照明と水だけが主役として機能しているその不自然さに、私たちの感覚が小さな警戒信号を送っていたのかもしれません。車をバックさせれ、海沿いの駐車場を後にするとき、バックミラーの中にあの白い光が小さくなっていくのが見えます。私たちが去った後も、あのシャワー室は朝の光が海を照らすその瞬間まで人の気配がないまま、あの明るさと床に落ちる水の音を維持し続けるのでしょう。人間の知らない時間がそこには確かに存在しています。次に皆さんが夜のドライブの途中で無人の公共設備を見かけたとき、あるいは静かな部屋で水回りの小さな音を聞いたとき、あの白い光の奥にある人間の気配が完全に抜け落ちた世界をほんの少しだけ思い出してしまうかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。